アメリカのメーカーなのかな。マウンテンというブランドのロングフレックスギアラチェット MTN-RM シリーズ。アメリカ Amazon さんで5本セットで売っています。レビューもかなり豊富で、本国では結構なヒット商品なようですね。ロングのフレックス90ギアラチェットなのに切り替え機能付き、片側オフセットにドライブはスプラインという特徴満載な製品です。まずメーカーさんのマウンテンについて調べようとしたのですが、全くの謎でした。探し方が悪いのかホームページも見つかりません。物自体は台湾カボの製品ととてもよく似ています。ヘッドについた切り替えのボタンが特徴的。カボのギアラチェットは壊れにくいと噂になり、一時期人気があったと記憶をしていますが、なんでかある時から国内流通なくなってしまいまして、当時欲しかったのですが買いそびれ。これ見つけた時は嬉しかったですね。8から 19mm まで9と11だけスキップした入り組みです。サイズの組み合わせは 2mm 違いの従来通りな仕様。表面は磨きの仕上げです。見た目はそうですね、特に感想もないです。刻印やロゴがかっこいいでもなく、形が特徴的でもありませんので、普通っすね。普通です。全体通して見た目は普通。刻印のフォントだけでもこだわれば雰囲気は出そうにも思いますが、道具ですから使えればという意見もあります。このレンチはコストとその辺のバランスが良いためヒット商品なのかもしれません。全長は長めです。ロングメガネの中でも長い方でしょう。他社品と比べてみるとこんな感じ。柄の形はよくあるシェイプです。スナップオンに似ていますが、もっと角が落ちてます。私はこの形、手が痛くなりにくいので好みな手なじみですね。ラチェットは90ギア。空転はサイズによって異なりますが、どれもめっちゃ軽いってほどではないです。大きなサイズになると重くなっていく印象で、19mm はバチバチ言いますね。ここまでいくとはっきり空転は重たいです。ヘッド側面にラチェット方向の切り替えボタンが備わります。うまくお伝えできるか分かりませんが、回したい方向のボタンを押し込みます。例えばこれなら締め方向。ボタンはカチカチとクリック感があり、切り替わったのが分かりやすいですね。中途半端な位置で止まることもなく、操作感はよく好印象です。ヘッド部分はフレックス機能がつきます。首の接合はピンの圧入タイプで、首の硬さ、簡単に調整はできません。首の具合はそこそこ抵抗がある感じで、緩いってことはないですね。ヘッドの大きさはギアラチェットとしては一般的なサイズです。8mm を他社品と比較しますとほぼ同じ。横から見ますとわずかに厚め。さらに片側が飛び出していまして、ネジ直近に障害がある箇所なんかで便利に使うことができます。ドライブの形状はスプライン。六角やトルクス、スクエアなど様々な形状を回すことができるみたい。私は六角以外に使ったことはないですね。表も裏も座繰りはしっかりと取られます。とても使いやすい道具に感じています。ラチェットにソケットでは道具が入らないような狭い隙間に便利ですね。バイクのヘッドカバー開けるとか、車ですとエンジンの横、ベルト周りなんかにスッと入ってくれるので使いやすく思っています。長さがあるので奥まったところでも使えますし、14mm くらいまではそこまで重さも気にならず、フレックス付きなのである程度スペース制限あっても融通が利く感じで、長いんですけど極端に扱いにくくも感じません。片側についたオフセットも使いやすいです。どちらかというと厚くて使えないよりも障害をかわせて使える場面の方が多い印象があります。気になっていた体力というか道具の強さはがっつり強くはなさそうです。ラチェットの耐久性に不安は感じませんが、首のフレックス部分ががっつりしなりますし、なんなら柄も結構しなるような印象で、長さを生かしてパワープレイというのはあまりやりたくはないですね。海外勢のレビューを見ていましても、強いって意見もある中で壊れたというものも見ますので、過度な期待はしないようにしています。例えばメンテナンスの行き届いた車両に使うには大変使いやすくおすすめなのですが、パワーを出すために使う、ガチガチに締まったサビボルトをこれで緩めるとか、それでも緩まなかったら柄をぶったたくとか、どんな状況でもこれ1本で最後までという使い方には耐久面で不安が出そうにも感じました。試しに 19mm にアダプターをつけて、車のホイール 100N くらいは全然緩めることできますが、やはりたわみは感じますので、高トルクでの使用感良くはないです。この長さは奥まったボルトにアプローチするためのもので、レバレッジを効かすためのものではなさそうですね。
気になることもいくつか。一つはスプラインのネジへの噛みやすさです。フレックスなのも相まってボルトに噛みついて外れないことがあります。逆方向に力かければ大抵外れてくれますが、狭いところで作業しているとそれが難しいこともあるんです。ただ不思議とネジへの攻撃性は低いとも感じました。スプラインは12ポイントよりよく回ると聞くので、その分痛めるかと思ってたんですけど、そんなこともなさそうなんですよね。六角に対しても舐めにくいとされるスプライン、舐めかけにも有利と聞きます。これ不思議な感触っすね。悪くはないんすけど、しかし噛んじゃうのだけは残念で、選べるならば六角には普通の6ポイント12ポイントを使いたいです。2つ目はソケットアダプターを選ぶことです。アダプターをつけてラチェット代わりに使うのですが、一般的なギアラチよりも厚みはありますから、大抵のアダプターは長さが足りずに使うことができません。前から差し込むタイプのアダプターに限定されるのですが、これだと抜けやすいんですよね。ネジ側に持ってかれてしまいます。仕方がないのでナットとワッシャーを接着して抜けないようにして使っていますが、後ろから差し込むタイプで長くてプッシュリリースなアダプターがあればそっちをぜひ使いたいですね。そういったアイテムご存知の方いらっしゃいましたらご教授いただきたくお願いいたします。それから願ってほどではないのですが、早送りしている時に意図せず切り替えボタンを壁に当てちゃったりしてラチェットの方向が切り替わってしまうということがあります。横にボタンついてますからこれは仕方ないですね。ボタンを押してしまうといっても空転側、力かけて進む側のボタンは引っ込んだ状態なので危険はないんですけど、しかし望まない動作となりますから、なっちゃうとぐぬぬってなることはあります。また保証やアフターは期待できません。本国アメリカの人たちも困っているのをレビューで見ますので、日本において保証を受けたり保養品を入手するというのはなおさら大変そうに思います。その辺を気にされる方にはブルポンから同タイプの120ギアが出てますので、そっちおすすめと思ったんですけど、残念ながらカタログ落ちをしたみたいです。あとは KTC さんのやつ、こちらは72ギアではありますが、ドライブが普通の12ポイントとなっています。反対側はストレートのボックスなので、これ1本でパワープレイまで可能。バラ買いができて国内ブランドですからアフターも期待できます。サイズ展開の弱さと可愛くないお値段が気になるところではありますが、こちらも良さそう、使ってみたい道具の一本です。その他数社からこの形の製品出ております。その中でもリーズナブルなマウンテン、なかなか便利な道具ですのでおすすめしたい製品となってます。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。